皆さんこんにちは、きよです。今回は私がおすすめする新書を5冊ご紹介する動画をお届けします。それでは動画スタートです。はい、ということでこの前ですね、新書大賞が先月の初めぐらいに中央公論の雑誌の方で発表されて、今新書ブームかなっていうふうに思ったので、新書について私もお話ししようかなと思って動画を撮りました。新書って人によってはね、全く手をつけないジャンルかなと思いまして、ちょっと難しそうとかちょっと硬いかなっていうイメージがあるんじゃないかなと思います。でも私は新書ってすごい好きで面白いなと思っているんですね。で、先ほども言ったように新書大賞がこの前発表されたっていうことで、今回はですね、ここ数年、でも大体1年以内かなと思うんですが、で私が読んでよかった、もうこれから読めば新書が硬いなんて言わせないぞみたいな堅苦しくない新書というものを5冊ご紹介したいと思います。それでは早速1冊目がこちら、荒木博彦の漫画術と荒木博彦の新漫画術です。こちら2冊今いっぺんに紹介しちゃってるんですけど、1冊ということで、これはですね、物語の作り方とかに興味がある人にぜひ読んでほしいなと思う新書です。感覚で作り上げていくのではなくって、理論的に考えながら作っていくというお話がすごい細かく詳細に載っていて、すごく面白い本になっています。ちなみに、荒木博彦さんという方は漫画のジョジョを書いていらっしゃる作家さんです。有名なので知っている方も多いかなと思います。で、そのジョジョの中で何気なく描かれているように見えるシーン一コマ一コマあると思うんですけど、結構小さいコマだったとしても、そこに描かれているキャラクターの目線とか顔とかの影の入れ方などがすごく細かいところまで計算して考えて書いているっていうことが分かって、私はすごくびっくりした本でした。以前にも紹介したことがある本なので、ちょっと何回前の Vlog で紹介したのかっていうのはちょっと把握できてないんですけどそこでもう説明してたなっていうのを覚えがある方もいらっしゃるかなと思います。で、2冊あるってお話ししたんですが、漫画術と新漫画術のこの刊行順に読むことをおすすめします。やっぱり最初の漫画術を読んで、そのジョジョというものとか漫画というものの基礎を知って、で新漫画術の方で悪役について特に深掘りしたっていう本になっていますので、そういう順で読んでいただいた方がより理解しやすいし楽しいかなと思います。はい、ということでですね、漫画だけじゃなくって何かしら創作しているよっていう人には特に刺さるんじゃないかなと思います。で、漫画好きなら一度は聞いたことがあるあのイベントについて知りたいという方におすすめなのがこの本です。コミックマーケットへようこそです。コミックマーケット、皆さん行かれたことありますか？私はもう愛知県住まいなのでね、行ったことないんですけどなかなか東京じゃないと難しいかなと思いますが、同人誌の即売会っていう形ですね。はい、こちらの本はイベントに参加するだけでは見えない裏側、イベントを支えるスタッフさんたちについて知れる一冊となっています。私的にはですね、そうなんだって思えるびっくりポイントが結構いくつもあって、最後まで楽しく読めた新書でした。例えばなんですけど、スタッフはみんなボランティアっていうことだったり、結構ボランティアなんですけど会社みたいにすごい部長がいてみたいな、課長がいて、なんとか部があってみたいな、そういう感じで分かれている組織図っていうものが載っているぐらいちゃんと構成されているっていうところもびっくりしました。他にもね、いっぱいびっくりポイントあるのでぜひ読んでみてください。コミックマーケット、コミケに限らず、こういった大きなイベントのスタッフさんの動きっていうのは、私はあまり経験したことないんですけど、似ている点もあると思うので、そういうイベント関係の裏で頑張っている仕事について知りたいという人にはとにかくおすすめの一冊となっています。はい、では続きましてはこちらです。女子高育ち
です。はい、私の好きな新さんなめこさんがね書かれた新書になっています。自分には縁のなかった世界を知りたいとか、逆に女子校に通ってたよという方はその学生時代の懐かしい思い出を振り返りたいなっていう方に読んでほしい新書になっています。女子校っていう風にね一口に言ってもやっぱり学校ごとに校風っていうのは結構違っていて、でこう一般的に通ったことがない方からする女子校のイメージっていうのもあると思うんですけど、その学校ごとにこんなに違うんだよっていう内容から、女子校だと、大体どの学校でもこういうことありますよっていうことまでいろいろ紹介されているので本当に面白い本でした。女子校だから当たり前なんですけど、同世代は女子しかいないのでこうかっこいいと憧れられるこう先輩がいるとか、そういう話とかが載っていました。読んで私が思ったのは、女の花園みたいな感じで宝塚的なこう何かそういう雰囲気があるのかなっていう気がしました。はい、女子校についてって本当にこう通った方だけとかそういう本当に限られた人にしかわからない世界なので、そういう縁のなかった世界を覗いてみたいなっていう人は好きになれる一冊かなと思います。で、いやいやもっと今からでもその世界に触れることのできるこう世界を知る本が知りたいよっていう方におすすめなのがこちら、忙しい人のための美術館の歩き方です。こちら割と最近ご紹介させていただいた本になっているので覚えがある方も多いかなと思います。どうして人が美術館に行かないのかとか、いやどうしても行けないんだみたいな、どうして行けないのかっていうことを書いてあったり、行ったら行ったでどういう風に楽しんだらいいのかっていう美術館の楽しみ方、回り方っていうんですかね、そういうのがわかる一冊になっています。私はたまにこう美術館に行くタイプではあるんですけど、どう回るのがおすすめかとか、メモと鉛筆を持っていくといいよとか、なるほどって思える話まで載っていたので、普段から美術館に縁がそんなにないっていう方じゃない私でも楽しく読めた一冊でした。なので普段から美術館に行かないっていう人はもちろん、行くよっていう人にも何かしら新たなことがわかるんじゃないかなと思うのでおすすめの一冊です。はい。では最後は読書好きの人全員におすすめの新書になります。それがこちらです。読まれる覚悟です。こちら桜庭和樹さんの新書になっています。ゴシックを書かれている方ですね。はい。小説を作り出しているこういう作家さんたちにとって、自分の小説を読んでもらうっていうのは、どういう気持ちでいるのかとか、そういうことがですね、結構もうはっきりとこういうふうに思っていますっていうこの、桜庭さんの気持ちではありますけどはっきりと書かれています。今までただなんとなく読書をこうしてきたんですけれど、作家さんってこういう気持ちでこう捉えているんだって受け取っているんだっていうことが、少し分かってよかったなって思えた一冊です。中にはいろいろエピソードが載っているんですけど、結構具体的なエピソードがいくつか載っていて、こういうことは気をつけないといけないなとか思えるエピソードも載っているので、ぜひ読んでほしいなと思います。小説に限らず誰かが創作したものを読むっていう人には読んでほしい一冊になりますので、ほとんどの方が当てはまるんじゃないかなと思いますので、別に小説じゃなくてもエッセイでも雑誌でもいいし、そうですね、読むっていうだけじゃなくって映画とかそういう映像とかでもやっぱりその作り手っていうのは必ずいるものですから、そういう誰かが作ったものをこう見させていただいている、読まさせていただいているっていう方はぜひ一度読んでみてほしいなと思う一冊です。はい、ということで5冊紹介してみました。はい、以上5冊がそうですね、新書って堅苦しくないんですよっていうことを知っていただく一冊としてすごくいいんじゃないかなと思って選ばさせていただきました。新書って本屋さんでね見たことがある方はわかると思うんですけど、結構表紙もシンプルだし、なんとなく堅苦しい本っぽそうなタイトルが並んでいるし、ちょっとお堅いイメージがあるのかなって思います。確かにその
そういう本もねあることにはあります。哲学の本とか結構数学に関しての本とか、もう新書って幅広いジャンルを扱っているものになるので、そういう本も確かにはあるんですけど、基礎知識を詰め込むための本っていうか、そういうものも多いかなとは思うんですが、でもですね、私にとって新書っていうのは好きな世界を深めていく本だと思っているんですね。今挙げさせていただいた話、新書も全部漫画について深めるとか、美術について深めるとか、そういう何かを深めるための本かなって思っています。最初はタイトルとかからだけではどの本が分かりやすいのかとかいう判断がなかなかつかないかもしれないんですけど、そういう時は私の動画でもいいですし、他にもねいろんな方がいろんな動画でこういう新書面白いですよっていう風に紹介してくださっているので、そういうものを参考にまずは選ぶようにしてみて、ゆくゆくは自分でこの本は自分に刺さりそうだっていうのが分かっていくようになると思いますので、ぜひぜひいろいろな動画活用してみてください。はい、でですね、今回この動画を撮ろうと思ったきっかけとなった新書大賞なんですけど、私もこの中央公論を3月に入ってから購入しました。でこちらについて、またちょっと別個で、短い動画にはなるかもしれないんですけど、雑談動画っていう形でこの新書大賞のことも振り返りつつというか、新書大賞のことをちょっと語る雑談動画を出そうかなと思っていますので、もし興味がある方がいらっしゃったらそちらもぜひ見ていただけたら嬉しいです。はい、ということで今回は私のおすすめする硬くなさそうな堅苦しくない新書というものを5冊ご紹介させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を見て少しでもいいなと思ってくださった方や、次回の動画も見てみようかなと思ってくださった方は、ぜひぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。ハイプも押していただけたらすごく嬉しいです。また月290円で行っているメンバーシップの方もありますので、そちらもよろしくお願いいたします。概要欄チェックしてみてください。はい、これからもねいろいろなところで新書について私も紹介したりとかしていきますので、ぜひぜひ見ていただけたら嬉しいです。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。きよでした。